1990年、マクラーレンホンダは無事にコンストラクターズタイトルを取ったので、ホンダはまたしても最強のエンジンだったということになります。フェラーリのエンジンもかなり高性能でしたので、前回の動画で紹介した通り、ホンダもフェラーリもかなり近い馬力、近いパワーを持ってました。ですけども、総合的にはホンダ V10 の方が優れていたっていうのは間違いないと思います。ただ今回掘り下げてわかるのが、ホンダが最強だったのは、ホンダが最新技術を持ってたから強かったというわけじゃなくて、ホンダのエンジニアの皆さんが必死で働いたからホンダエンジンは強かったというのが正しい表現になると思います。どうしてそうなのかっていう理由を説明したいと思います。まずこの1990年を迎えるにあたって、ホンダは現場側からこういう要望を受けたようです。90年エンジンのパワーアップを現場から要求され、出力を上げるイコール高回転化という判断を下す。RA100E は RA109E よりもボアを2ミリ拡大し、ショートストローク化。89年の12,300回転から90年最後では12,800回転まで回転数は上がった。F1 の現場のスタッフからフェラーリを含めてライバルが非常に強くなってきたので、とにかくパワーを上げてくれという要望が強かったようです。それでホンダとしてはさらなるパワーアップということで、89年たった1年しか使わなかった RA109E をやめて、また設計し直して RA100E エンジンを作ります。これはエンジンをショートストローク化させて、さらなる高回転を目指したからということのようです。なんですけど、早くもここで1個突っ込みたいのが、これも何度も話している通り、ホンダはとっくに V12 エンジンの準備をしているので、V12 エンジンにもすごいリソースを割いてるわけですね。なのに V10 エンジンをたった1年でまた作り変えたんですね。ライバルメーカーだって毎年エンジンは作り変えてますけど、V12 の準備をしてるのに V10 を丸々作り変えるっていうのはコストも恐ろしくかかるし、日本でエンジンを設計したり開発する皆さんにもすごい負担がかかりますよね。まずそこが気になるとこです。そのショートストローク化によって約1年で500回転数は上がったと。そもそも超高回転の世界なので、500回転上げるのも大変っていうことがわかります。で、他にエンジンの変更点として、ドライバビリティ向上のため、スライドバルブからバタフライバルブに変更された RA90 年シーズンを通して、エンジンはバージョン6まで進化。コンストラクターズチャンピオンを獲得したが、新技術では取り残され始めていた。これも有名な話ですけど、本来パワーアップを狙うんであれば、スライドバルブがいいはずなんですけども、あえてバタフライバルブに変えました。もちろん、ただ変えたんじゃなくて、内部の抵抗が少ない形状にしたりとか、空気を吸い込むそのインテークの大きさも変えたりとか、そういった工夫はしているようです。1年を通して細かい改良をとにかく重ねて、鈴鹿の時点で最後のバージョン6ということになったようです。で、最初に申し上げた通り、コンストラクターズチャンピオンは取りましたけども、新技術では取り残され始めていました。はい、どんな内容なんでしょうか。はい、まず最初に、当時のホンダには、ピストンの材料にもっと強度のあるものを使うという知見がなく、さらなる高回転化には、ストロークを短くする選択肢しかなかった。ピストン、これ上の図です。もう従来の形状のまま、ドリルで肉抜き、ピストンリングも3本。下は2008年のピストン。RA100E は高回転化するためにショートストロークになったと言いましたけども、別にボア&ストロークを変更しなくったって、ピストンをはじめ、エンジン内部のムービングパーツと言えばいいんですかね。エンジンの内部で激しく動くパーツが軽量化されれば、それだけで高回転化はできるわけですよね。なんですけど、この時のホンダは、ピストンに使う材料であるとか、そういったものの知識が乏しくて、選択肢がなかったそうです。で、これ分かりやすく2008年のピストンを横に並べてますけど、もうすでにコスワースとかは、スカートレスピストンを使ってたらしいんですね。なんですけど、ホンダはまだスカートレスじゃないので、左のごくごく普通のピストンの形をしていて、で、やっぱ重いもんだから、これピストンの軸の近くに穴が開いてんのがわかりますよね。
こういう地道な軽量化で対応してたと。で、右下のピストンは2008年なので、まあだいぶ先のものとはいえ、こうやってピストンも軽くできるし、コンロッドの形ももうちょっと軽量化できたんじゃないかって話ですよね。まずこの点がライバルから取り残されている。まあで、次にニューマチックバルブに関してなんですけども、これまで作った動画でもたびたびいろんな方がコメントでくれてましたけど、本当にその通りで、ホンダがさっさとニューマチックバルブに取り組んでいれば、こんなボア&ストロークを変更しなくても、もっともっと容易に高回転化はできていました。その証拠がこれになります。ホンダ V10 は無限ホンダ MF351H でエアスプリングに変更され、最高回転数は13,500回転まで上がった。しかもベースは89年の RA109E。RA100E の最高回転数が12,800回転ってさっき紹介しました。ですけど、この92年無限に譲渡されたホンダ V10 の技術は、これ RA109E だそうです。89年のエンジンなんですね。だからショートストロークになる前のエンジンなんですけど、それでもニューマチックバルブに変えたことによって13,500まで回ったらしいんですよね。まあこの内容は他の動画でもちょっと喋ったかもしれませんけど、しかも無限っていうのはホンダワークスじゃないですから、ごくごく限られた予算の中でエンジンを作ってます。チームから受け取ったお金の中でエンジンを改良して、そのエンジンをチームにレンタルしてるというか、そういう状態です。なのでホンダワークスよりも全然少ない予算で戦ってるわけなんですけど、それでもニューマチックバルブに変えて回転数はこんなに上がったと。このニューマチックバルブを取り入れたのはおそらく93年の話みたいなんですが、ですけどもホンダワークスであれば1990年の時点だって実現できないわけないですよね。なのでやっぱりニューマチックバルブにさっさと取り組むべきだった。で、これも他の動画ですでに言ってますけども、89年90年当時の総監督である後藤さんはニューマチックバルブに対して非常に否定的でした。で、次に特殊燃料についてです。そもそもエンジンをショートストローク化して作り変えなくても、単純にエンジンのパワーアップを狙うんであれば、特殊燃料を使えばいいわけですよね。フェラーリはさっさと特殊燃料に取り組んでました。ですけども、これもごめんなさい。また後藤さんの悪口ばっか見たくなっちゃうんですけど、後藤さんが非常に特殊燃料について否定的でした。そのコメントを紹介したいと思います。同じエンジンでクオリファイガスを入れればエンジンパワーは上がるのでしょうか。その可能性はありますが、一般に言われているほどではありません。燃料が違えばそれぞれベストのエンジンマネジメントシステムと組み合わせて、それで初めて評価できるのだと思う。これは1990年のインタビューです。で、このクオリファイガスっていうのは要するに特殊燃料のことですね。で、後藤さんは否定的なことを言ってますよね。ですから、クオリファイ用ガスを入れてエンジンを回したら結晶用ガスと比べてポンと30馬力上がったという話がヨーロッパの雑誌に出ていましたが、私には信じられません。結晶用ガスにとんでもない粗悪なガソリンを使っていれば話は別ですが、燃料だけでパワーが大幅に違うことはないと思います。と後藤さんは言ってます。ニューマチックバルブもそうですし、この特殊燃料についても後藤さんがそう言ってるわけですから、ホンダとしてこういった技術にこの時取り組んでないってことがわかりますよね。総監督である後藤さんがこう言ってるのに、誰かが勝手に取り組んでるっていうのはありえないですからね。でもシンプルに疑問なのが、ターボの時代はマクラーレンホンダはシェルのターボ用の燃料でパワーアップしてました。ホンダエンジンが優れているとはいえ、シェルの燃料の効果は大きかったようです。なのでターボと NA で使う燃料が違うとはいえ、燃料によってエンジンパワーが大幅に変わるっていうことが理屈として後藤さんはわからないはずはないんですけども、なんでこんなに否定的なのかっていうのがちょっと私には理解できないですね。結局この時点で他のメーカーが取り組んでいた新技術っていうのは全部でこんな感じです。特殊燃料、ニューマチックバルブ、スカートレスピストン、新素材による軽量化、ホットエンジン、もっとありますけどね。ホンダが90年に取り組んでいればコストもリソースも抑えて活動できたはずと思います。
こういう新しい技術に取り組まなかったことによってホンダの撤退が早くなった。ホンダは撤退せざるを得ないほどリソースを使った、お金を使ったと私は思ってます。冒頭に申し上げました通り、ライバルたちが新しい技術に取り組み始めてても、ホンダがこの時点まではまだなんで最強のエンジンだったのかっつったら、もうこれは本当にホンダの人たちの労働力ですよね。ピストンの軽量化の写真をさっき見せましたけど、出来上がったピストンをまた手で軽量化したりとか、何しろ人間の手でどうにかするということを繰り返してますよね。エンジンの設計をし直すのだってそうですよね。新しい素材、新しい技術を取り入れて、今のエンジンにさらに今の設計のままエンジンが飛躍的に性能が上がるっていうことをやるんじゃなくて、今の技術のままさらに高性能なエンジンを設計し直して高性能なエンジンで車を走らせるっていうやり方をしてたわけですから、とにかく人を使う、お金を使う、時間を使う。これもこれまでの動画でコメントくれてた方がいましたけれども、ホンダが新しい技術を取り入れて V10 をうまく改造しながら運用し続けていれば撤退ということにもならなかったかもしれないし、もっと多数のチームにエンジン供給をしてそこからお金をもらったりとか、もっと違う展開をできたかもしれないですよね。ただこういうことを言ってると私がホンダの悪口を言ってるように聞こえてしまうかもしれませんけども、この時ホンダで働いてた皆さんはとにかく与えられた条件の中で一生懸命働いて、それで素晴らしいエンジンを作り出して、そのエンジンをセッティングをして現場で運用してきちんと結果を出した。本当にその労働力、労働時間、頭が下がります。ただもうちょっとこの時ホンダを仕切ってた人たちが新しい技術とか新しい発想に目を向けてくれてれば、この時のホンダの未来は違ったんじゃないのかなと考えずにはいられないです。はい、皆さんはどう思いましたか？よかったらコメントで書いてください。はい、いつもね、高評価ありがとうございます。コメントもありがとうございます。はい、とにかく頑張って継続して活動していきますので、これからもよろしくお願いします。